プログレでございます。お名前の方、ゆうたです。OZ 普通車のはい昔のタイプ。今日この車小僧チャンネルでかなり激レア、もしかしたらこの先出てこないかもしれないですね。車見てください。プログレでございます。これ当時で言うと、ミドルセダンとかジャンルで言われてたんですけれども、もうセルシオ乗りたいんだけど大きいから小さな高級車乗りたいってなった時にプログレっていうようなね、そうです。そんな感じでトヨタさんが出した車だから超内装とか高級なので、後ほどちょっと見させていただきたいと思います。オーナーさん来ていただいてます。よろしくお願いします。お名前の方、ゆうたです。ゆうた様、はいよろしくお願いします。ありがとうございお願いします。車についていろいろお伺いさせていただきたいんですけど、はい車種これプログレで年式は年式2000年ですね。 2000年、はい。前期後期とかってあるんですか？前期ですね。前期型で、はいもう乗られて長いんですか？もう2代目なんですよ、これプログレが。すごいすごいストーリーがありそうですね。これ2代目でまだ1年ちょっと1年半ぐらいなんですけど、はいまだ乗ってから1代目入れたらもう4年ぐらい経つですね。本当ですか、はいプログレめっちゃ好きなんですね。いやなんか底値なんですよ、人気がないんであーずっと安くて、はいもともと17クラウン乗ってて、はいで足回りが一緒なんですよ、17クラウンと。あそうなんですか、はい、プラットフォーム一緒で、はいホイールベースも一緒で、ホイールベース一緒なんですか？これ一緒です。でオーバーハングがすごい短いんですよ。で足回りが使えて、はいマフラーとかも使えるんですけど、はいそれでなんかたまたま最初5万円でいらないからあげるよって言われて、面白そうだなと思って、あ17を残しながら手放してはい乗り換えたかったんで、はいそれで足回りを移植できるっていう話だったんで、はいなんか誰もやってないし面白そうだなみ面たいな白いと思う。感じで始まりました。いや別に車種のこだわりは一切なかったです。なんか面白いかなと思って。いやなかなかのね挑戦ですよね。そうですね、ただ目立ち度は絶対ねまあそうですね、いろいろあると思うんですけどね、はいなんでプログレ行っちゃったんだよって多分仲間の方には17クラウンかいやらねめちゃくちゃ言われました。ですよね、はい仕上がった結果これもありだねっていうような。そうですね、個性は出るかなっていう。いや出てます出てます、はいかっこいいですかっこいいです。2000年ぐらいだとどうですか？それでももう20年落ちぐらいとかですもんね。そうですね、22年落ちぐらいですね。保証とかその辺はどうですか？保証意外と結構優秀で、はい前期と後期でエンジンもちょっと違くて、はい前期の方が故障が少ないっていう感じあで、そうなんだ。1台目が後期で、はい直噴エンジンなんですよ。はい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 。で結構すす溜まっちゃってってね。すすもたまるし、やっぱなんだろうな、出始めの D4 エンジンだったんで故障とかがやっぱ多いので、それに比べたら前期の方が逆に調子がいいっていうあ確かにそうっすよね。のもあって、あえて後期から前期に乗り換えました。素晴らしい。普通後期の方が良さそうに感じるんですけどね。そうですね。ただミッションが後期が5速で、はい前期4速なんですよ。おーそこがちょっとあー5速の方がまあ乗りやすいかなっていうのはあります。燃費の部分も多少はねちょっと悪いですね。そうですよね、はいそうですよね。悪いです。なるほどな。もうエンジン快調なんですね。何より今のところ漏れとかもないし、若干ミッション滑ってるかなぐらいな感じで。そんな感じですね。はい。それぐらいで別に不具合は特にないですね。なるほど。外装からいろいろ聞かせていただきたいと思うんですけれども、これフェイスでいうとこれグリルだとかは純正になるんですか？これベースがは IR バージョンのうんうんウォールナットパッケージっていうやつなんですけど、はい内装も違うし、ライト類がスモークレンズになってるんですよ、純正で。それ僕お伺いしようかと思ったんですけど、これ純正なんですか？純正です。でおーこれもう純正の新品です。これほう変えたんですか？買いました。2ヶ月前ぐらいに新品を。まだ出るんですか部品？もう国内でラスト1セットわーすげえ。もういっちゃいました。いっちゃいましたね。はい、グリルもはい IR バージョンだと本当は真ん中グリルメッキなんですよ、なんですけど IR バージョンだと内側も黒で自分で塗ってます。内側あーなくてマットにって感じですか？そうです。自分でマットブラックに塗装して。それ以外加工してない感じですか？こんなフィンな感じでしたっけね。あそこら辺はもう塗ってるだけで。あそうなんだ。そう本当は純正でこれも新品が欲しかったんですけど、は出てこなくて、もうオマージュして自分でいやマッチしてますよね。まあ意外とマットだったら分かんないかなっていう、はい飛び石やタッチアップでもうマジックのマッキーでもマッキーでねタッチペンいらずって感じですね。そうですマットだからね、はいこれマークは当時まだプログレはトヨタマーク入んないですもんね。そうなんですよ。1個も入ってなくて、唯一入ってるのがガラスにトヨタって入ってる。それぐらいですよね、はいこれ結構金かけてトヨタ頑張った車ですからね。そうなんですよね。でこれフロントはこれリップも純正ですか？これはこれはですね、はい純正のフロントリップなんですけど、はいちょっと加工してて、うん竹とかはそのまんまであちょうどフォグの下にはいダクトが開いてるんですよ、穴が。本当は。おお純正ははい、それを穴埋め加工してのを譲っていただいたような感じなんですけど。そうなんですね、はいいや激レアですね。ダクト埋めちゃうとこの辺のデザインっていうのももう一回作り直してる感じなんですか？そうですね。おなんかちょうど本はい当ここのくぼみがはいちょうど穴が開いてるような感じなんで、おーここを FRP でなるほど中埋めてもらってみたいななるほどね。感じですね。
この年式の、まあ、100系とかもそうなんですけど、はいリップなんか穴開いてるんですよね。そうですよね、はいこの時代そうですよね、はい私の100セルシオもリップ両サイドに穴が開いてああなんかやっぱその時代はみんな穴開いてる流行りなのか、はい、多分でも本当に空力だとか考えた結果のデザイン性よりもね、実用性もこの時代ってお金かけて考えてたんじゃないですかね。なるほこれボディカラーは純正オールペンしてます。ってことは純正色ではないですか？プログレの純正色じゃなくて、はいレクサスのはい純正色で、これ何いい色ですね。ガンメタオが混じったような。そうですね、ソニックチタニウムっていう色で、はメタリック感が強くて、はい結構粒が粗いんですよね、粒子が。なので結構ギラギラ感がいや確かに結構粗い感じが。いやこれいい色だわ。これでもよくチョイスされましたね。もうこの色好きだったんですか？すげえマッチしますね。なんか、まあ、僕のこだわりで、はい色のカラーも当時に合わせたくて、はい本当は古い色にしたかったんですけど、はいなんか意外と合うかなと思って、うんでこのスモークのレンズ類とはいちょうど濃さが合うんじゃないかっていう、言われてみれば、はい、感じでやってみて、まあ結果良かったかなっていう。いやーありですね。これ色だけそう新しい型の色なんですけど、うん意外と違和感がなくてっていう感じですかね。スモークレンズも本当これ知らない人が見たら加工されてんだなってね、あーよくちょっと言われますねライトスモーク塗ってんのかなと思っちゃいますもんね。そうですね、よく言われます。いやーこだわってたんだなトヨタ当時。そうですね、アリストだとかもちょっとグリーンがかった仕様とかありますもんね。これも後期だとはいグリーンメッキなんですよ。そうなんですかメッキという。かグリーンっぽい感じで。金のかけ方が違うね。2000年代のね初期で。そうですね、本当に車としてはいい車です。いいですよね、はい、おじいちゃんのセルシオとかっていう人いるんだけどそうですねこれいじると超バランスいいなと思ってありがとうございます。うまい。本当上手カスタムが。ありがとうございます。じゃあサイドこれ出ました、オイルはこれはフッツーラです。 OZ 普通らのはい昔のタイプになるんですか？そうです、Q キャップタイプの前期タイプの。これはよく見つけられましたね。そうですね、もうこのキャップは結構その後期のはい新しいのが結構主流だと思うんですけど、はいやっぱちょっと古い方が車と合うかなっていうので、うんこっちの Q キャップにあえてしました。そうなんですね。サイズは一緒なんですね、オーナメントのところ。サイズ一緒です。うんなので付け替えとかできます。こういうのってもうオークションでひたすら探すんですか？そうですね、これディスクは何インチになるんですか？ディスクでいうと16インチで、はいステップリムになるんで、ホイールは17インチです。17インチになるのか、はいこれもリバレルってやつですか？そうですね、リバレルしてディスクも塗り直してはいっていう感じですね。オーナメントもこれもちょっと当時物にあえてこだわって、今複製で作ってくれるんですけど、頼めば、はい最初僕もそれにしてたんですけど、はいやっぱ当時物の方がその当時感出るなと思って、やっぱちょっと違います？ちょっと違います、質感が。そっかそっか。比べてみると全然違います。もうやっぱりみんな探す時って状態というよりもとりあえずそのホイールを入手してそうですね、もうディスクさえあればって感じですよねどうにで。もなるんで、すごいよな、はい時代変わったよな。やっぱオリジナルにこだわる方もいらっしゃるんですけど、なかなかリムとかはちょっと厳しいような感じなので、まあ、なるべくピアスボルトとかは純正で。やっぱりその辺はこだわられて。そうですね、OZ 純正の方が刻印が入ってるんで確かに。パッと見分かんないんですけど、よく見たら違う。あとこれで言うと、はい真ん中のセンターキャップ止めてるロックボルト、はいこれも OZ 純正のロックボルトで、これロックボルトなんですか？よく見ると知らなかった。多分緩まないのが分かります。六角でもなく八角でもなくって感じですかね。ちっちゃい丸がポツッと開いてるっていう。ああ、そっか、ここのオーナメントのロックがあるんですね。あります。最初はなくて、はいこれもオークションで落としてすごい。4枚セットで出てたんですね。ちゃんとね。そうですね。これはナイスです。これスペーサーもペーサーは入ってないです。入ってないですね。はいすげえ。もう計算通りだったんですね、なら。まあいろいろ試行錯誤してっていう感じで、これフェンダーはいじってんですか？フェンダーはですね、はい前後純正で、はい。爪処理だけしてる感じですね。あフロントは爪折りで、折りでこれは板金屋さんでやってもらって。綺麗に折られてますね。そうですね、やっぱ板金塗装はなるべくプロにお願いして、結構トヨタ系ここエクボになっちゃうのがね。そうなんですよ。ね。あそこを切らないと綺麗に折れないっていうのが、そうですよね。はい、クリップが止まってるとこそうろがあるんで、そうそうそう。はいネジの穴がね。そうです。これ足はちなみに何で？足は車庫調ですね。車高調ですか？はい、基本的に DIY で、はいもう足は全部自分で組んで、板金塗装以外は全部自分でやするようなごいですね。感じでじゃあ。もう乗り味ももう自分なりのテイストになってるわけですね。そうですね、普通に乗り心地はうん僕はいいと思ってます。個人差あるんで。個人差ありますもんね。はいね。通常車高ですよね。走行車高ですよね。そうですね、うんうんもう普段からこれでガンガン乗ってます。街乗り仕様ですね。はいあーこれ渋いなー。ちょっとサイドもこれサイドステップはサイドステップも純正エアロですね。はい、純正オプションのエアロで。意外とプログレの純正エアロって大きめの純正エアロだったんですね。そうですね、ねこれもサイドステップ全然出てこなくて、出こないでしょうね。はい、探してやっとあって見つけて目立つもん逆に今日のイベントの中でもね。本当ですか？そう。僕的
的には逆にあんまり目立たないかな。これリアもフロントも J 数は一緒ですか、幅は。J 数は違いますね。フロントが 9.5J で、はい、リアが 10.5J です、ね。10.5 あるのか。はい、後ろの方がちょっと深い感じです。そうですね。いやーかっけえなー。なんかリアのが若干リムが光ってるように見える。バフがけしまくった感じです。あ、状態がどっちも新品なんですけど、なんか後ろの方が調子よくて。調子いいですよね。はい、同じ磨き方してるんですけど後ろの方が調子いいっていう。調子いい、はい、調子いい。ブレーキはこれキャリパーは純正で、はい、ローターだけスリット入りに変えてます。じゃあちょっとリアの方を。綺麗だね、車も綺麗綺麗。ありがとうございます。リアビューいいですね。これも純正のクッションエアロって感じですよね。そうです、純正で。でマフラーもこれもまたプログレにあったあんまり主張しすぎずっていう感じのね。そうですね。マフラーもワンオフで作ってもらって。これはどんな感じ？太鼓付きの。そうですね。出口だけ太鼓付きで、はい、フロントと中間はストレートでって感じで。フロントまで入れてるんですか？はい。入れないともう車高的にもう引きずってしまうんで、フロントからワンオフでフロアに沿うような形でバチバチに上げて作ってもらってるんで。ちょっとこれ車小僧チャンネルマフラーコーナーあるんですけど、はい、ちょっとエンジンかける音と、はい、アイドリング音と、はい、軽くポンと踏むぐらいの音、取らせてもらっていいですか？これちなみに3リッター2.5ですね。1J の 1J2.5。はい。じゃあちょっと甲高い音なのかな。もともとフルストレートで、はい、その時はえげつないぐらいうるさかったんですけど太鼓入れてだいぶマシには。本当ですか？はい、これも個人差ありますからねじゃあちょっと聞いてみましょう。小田さんすいません、はい、お願いします。はい、お願いします。結構太いですね。低い思った以上。じゃあちょっと踏んでもらっていいですか？軽くでいいです。ずぶといわありがとうございます。もうちょっと僕旧車チックな、そうなんです、軽く割れるような音をイメージしてたんですけど、ストレートの時はめちゃくちゃ音割れてて、旧車っぽかったです、本当に。はい、それがちょっと違うかなと。いや、品がいいですよ。音は正直つけてみないと分かんないなっていうのがあったんで、それよりもまあその出面であったりとかパイ数とか、それも全部ワンオフでもうお願いして作ってもらって、見た目で作って音はまあ静かになればいいかなみたいな感じで。これ多分踏み込んだら結構いいずぶとい音すると思います。まあそうですね。踏んじゃうとちょっとね、いつも静かに走ってます。最後にちょこっとこのプログレのウォールナットパッケージの内装だけちょこちょこっとフロント取らせてもらっていいですか？はい、もう全然。セルシオの内装って言われてた車だから。すごい綺麗なんだね。革もこれ上質な革で、これミドルのセダンだけど木目も当時のあれでね、本木目使って好きですよね。知ってらっしゃいますね。好きなんですよ。本木目です。本木目ですよね。ハンドルとかセルシオと一緒なんですよね。30と一緒なのかな。本のとこだけ変えれば、外枠のステアリングが一緒だった気がします。なるほど。じゃあちょっとコンビハン変えたい時にこれいけちゃう？おそらくいけると思います。なるほど。でもこれ純正ですもんね。ウインカーとワイパーの津波のウッドってこれないですよね。そうです。ディマースイッチも、本木目になってて、これセルシオでもないですよね。ないです。セルシオ唯一、そのディマースイッチのとこだけ、セルシオと違うところでプログレにはついてるっていう。いや、これは金かけましたよ、トヨタさんね。この内装が良くて乗り換えた感じですね。いや、そうですよね。外側っていくらでもなるんですけど、内装ばっかりはどうしようもないんで、もう外は何でもいいやと思って。おっしゃる通り。まあいじればね、張り替えだとかいろいろありますけどね。そうですね。やっぱりこの純正の質感とね。そうなんですよ。これが良くて車降りられないです。ですよね。帰る時とかも。わかるわかる。僕もそんなタイプです。車好きあるある。あるある。じゃあもうオーナーさんめっちゃ気に入ってますね、このプログレさん。まあそうですね。気に入って乗ってはいます。今後カスタマイズの予定とかってあるんですか？ホイールを今新しく作ろうと。こんなにいいの履いてんのに。はい。もう1セット作って、イベントの時だけ左右履きとかできればしたいな。なるほどなるほど。左側と右側で分けてね。そうですね。サイズとか全部揃えてっていう風に考えております。なるほど。それ楽しみだな。ありがとうございます。これはもう素晴らしくかっこよく編集してアップしますんでですね。じゃあ本田さんすみません。ありがとうございました。イベント中すみません。なるほど。これもともと純正だと僕買った時シルバーだったんですけど、ここガンメタになるんですよ。ああ、ここ。なるほどなるほどなるほど。ボールペンの段階で全部同じ色にあえて塗っちゃった。これはこだわりですね。でメッキのモールだけ残した感じですよね。ああ、これは分かんないわ。ちょっと一体感を出したかったのと、ちょっと古臭い感じをあえてそこはなくしたいなっていう。言わないとわからない。言わないとこれもうすごいもうオーラ抜群のシーマ渋い。出ましたホイールね。4.5V8。よろしくお願いします。